こんにちは、ゆかです。今日は条件で選ばれる人、それと無条件で選ばれる人について話したいと思います。っていうのが、私以前はね、自分は条件で選ばれたいと思ってたんですよね。なんだけど、今は無条件で選ばれる人になりたいと思ってる。で、それがね、どういうことなのかっていうのを話したいと思います。まずね、みんなはどっちで選ばれたいんだろう。この人はこういう才能があるし、すごく話していて楽しいし、絶対に飲み会に連れてくと、その場が湧くし、みたいなね、条件で選ばれるって素晴らしいことだと思う。それは自分の持っているものが才能として認識されて、自分の才能で選ばれるっていうことだから。なんだけどね、はたや無条件で選ばれるっていうのはどうなんだろう。何の条件もなく選ばれるっていうことですよ。一見するとね、なんで自分が選ばれたんだろうっていう時に、特に理由もなく選ばれてるっていうのはね、なんとなく悔しく感じるかもしれないけど、以前の私と違って今の私は断然無条件で選ばれる方が嬉しいっていうのが、条件で選ばれてる時って、すごく自分が認識されてて、自分が認められていて、自分の才能だとか自分の持っているものが人にメリットになるっていう前提のもとで成り立っているわけだから、もしかしたらね、その条件が変わっちゃった時に選ばれなくなっちゃうかもしれないんですよ。だから、常に自分は刀を研ぎ続けなきゃいけない。常に上に登り続けていなければいけない。ただね、人間って生きていれば必ず浮き沈みがあるし、自分がその時々身を置いているコミュニティによって、その時々にメリットになる条件、望まれる条件って、やっぱり変わっちゃうんですよね。よくあるでしょ？小学校の頃は足が速い人がモテて、で、中学校ぐらいになると、ちょっと勉強ができて、この見栄えも入ってきて、とかね。で、大学とかになると、もしかしたら少し頭の良さが重宝されるかもしれない。それは将来的にパートナーとして長い期間を一緒に生きようと思った時に、あまり生活力がないようじゃ困るから、多少頭のいい方がいい、地頭のいい方がいい。で、それを何で測るかっていうと、成績で測るとかね。やっぱり少しずつね、その時々期待されるメリット、条件って変わってくると思うんですよね。で、その条件っていうのは、残念なことにすごく変わる。多分、これを見てくれてる人でね、転校したことがある人、それだとか、転職をしたことがあるっていう人はね、なんとなく腑に落ちるところがあるかもしれないけれど、学校が変わった途端、あるいは職場が変わった途端に、求められるスキルだとか、自分のね、コミュニケーションの仕方を変えなきゃいけないんだなって思い直したことがある人っていると思うんですよね。それがまさに自分がいる場所によって条件が変わるよっていうことね。条件で選ばれる人間っていうのはやっぱり変わってしまう可能性があるんですよね。時代が変わったりすれば変わるしね。なんだけど、私はね、今はタイのバンコクにいるけれども、もちろんずっと長いこと日本に住んでいたし、ヨーロッパの方、スコットランドだとか、
チェコのプラハだとか、あとアメリカとかでも本土の方とハワイだとかね、ちょっと住んだりしてみたことがあって、本当にね、自分が選ばれる条件っていうのが180度変わってしまうこともあるっていうのを体験してきたんですよね。で、年齢を重ねて、すごくその人間の価値っていうのがいかに軽いか、ある意味ね、流動的で、いる場所によって価値が変わっちゃうからっていう意味でね。で、それを感じると、今の私はね、無条件で選ばれたいって思うに至ったんですよね。で、無条件で選ばれたいって言ってもね、選ばれてるわけじゃないですか。無条件で選ばれるってことはね。でも、選ばれない人もいるわけですよね。選ばれてる人がいるってことは。で、その時に、無条件で選ばれる人、選ばれない人の差は何だろうって私は考えて、その答えっていうのはね、相手からありがとうを引き出せる人っていうのが無条件で選ばれる人間になるんじゃないのかなって思ってます。思うようになったっていうのかな。私は過去条件で選ばれたいと思ってたし、条件で友人を選んでいた時期があったのでね、今は無条件で選ばれたいし、私が人を選ぶときにも無条件で選ぶ。もっと違うところでね、価値が変わっても壊れないもので選ぶ。で、自分も価値観が変わっても、時代が変わっても、もっと大げさに言ったら、法律が変わっても選ばれるような自分でいたいと思ってて、そこのところで一番崩れないのが、ありがとうを引き出せる人なんだろうなって思ってるんですね。っていうのが、自分でやってあげたいことっていっぱいあると思うんです、人にね。あ、これやったら誰々気づく、喜ぶよねとかね。なんだけど、そこって結構難しいところがあって、だから、自分がやってあげたいことじゃなくて、相手がこれを知ってあげたら喜んでくれるだろうな。相手はきっとこれをやったら一番喜ぶんだろうなっていうのを、ちゃんと見分けられるセンスで、それをやるだけの実行力、ある意味自分のやってあげたいっていう心を多少抑えてやってあげなくてはいけないっていうこともあると思うので、でもね、そうやって本当に誰かが喜んでくれることを言ったりだとか、やったりだとかしたときに紡ぎ出されるありがとうって、相手の心の中にずっとずっと残るんじゃないかなって思ってて、私もそうなんですよね。本当に、大きなことをやってもらいたいわけじゃなくて、本当に誰かに言われたことだとか、やってもらったことでありがたいなって思った経験って、すごく長い月日が経っても、やっぱり自分の中にずっと残ってるんですよね。あの時あの人こういうことをしてくれたな。あの時あの人はこう言ってくれたな。それによって私の心が守られたな。私の立場が守られたな。私はすごく嬉しかったなっていうね、その記憶で、そうやって人の中にあの人の存在がありがたいって思ってもらえるような人間に私がね、どんどんなっていけたら、
無条件で選んでもらえるようになるのかなって、ちょっとね、思ってます。うん。そういう私がこれやってあげたいな、これやってあげたら喜ぶだろうなっていうんじゃなくて、きっとこれをやったら相手は一番喜ぶんだろうな、これこそが一番喜ぶんだろうなっていうのを自分のエゴを乗り越えて想像する、その想像力を持って日々ね、生きていきたいなって思ってます。うん。ということでね、条件で選ばれる人になるか、無条件で選ばれる人になるか、今の私は無条件で選ばれる人になりたい。ということで、日々邁進していきたいと思います。皆さんはどちらでしょうね、果たしてね。私ももうちょっと年齢が若くてもっと尖ってた時は相当私は尖ってたので、今でもね、夫から言わせるとちょっと尖ってるっていうかもしれないけど、もっと尖ってましたね。もうなんか海にいるウニよりも、もう何よりも尖ってたので、もうとにかく条件で選ばれたかったけど、今の私はあの尖りってのはない。多分あるけど、でも、その目的のためには、他のもの全部差し置いてだとか、そういう風な考え方ではなくなったから、まあね、私がチクチクに尖ってた時期も懐かしくはあるけど、今の方が幸せだな。で、私は才能がとか、見た目がとか、私の持っているものがとかね、そういうんじゃなくて、無条件で選ばれたい。選んでいただけるような人間になりたいと思います。はい。では今日も聞いてくれてありがとう。じゃあねー。